Mr. Japanese Channel。 アキ、聞いてよ。すごいことがあったんだ。なになに、ケンゾー？顔がニヤニヤしてるけど、何かいいことでもあったの？こないだみつきちゃんに会った時、また今度一緒にご飯行きたいですって言ってくれたんだ。へえ、みつきちゃんが？それは嬉しいね。ちゃんと誘ったの？もちろん。だから僕、すぐにじゃあ来週末の土曜日はどうって具体的に誘ってみたんだ。カリアス。おお、ケンゾーにしては積極的じゃん。で、みつきちゃんの反応は？それがね、その日はちょっと予定があってって、すごく申し訳なさそうに言うんだ。うんうん。で、また改めて連絡しますねって。でも、結局連絡来なくて。なるほどね。それでケンゾーは困ってるわけだ。そうなんだよ。あれ？もしかして僕、何か勘違いしてるのかな？彼女、本当にまた会いたかったんだよね。ケンゾー、それはね、よくあるパターンだよ。よくあるパターン？何それ？まさか、僕、振られたの？振られたってわけじゃないけど、日本人って直接ノーを言わないこと結構あるんだよね。そうなの？じゃあ、また今度ってどういう意味なの？ミスタージャパニーズチャンネルの皆さん、このケンゾーの経験、実はあるあるなんです。このまた今度にはちょっとした裏があるんですよ。裏って何？まさか、僕、本当に嫌われてたの？ショックだ。嫌われてるわけじゃないよ、ケンゾー。落ち着いて。日本人ってね、相手に悪いと思わせたくないから、はっきりダメとか嫌だって言わないことが多いんだ。それ、私も経験あります。この前、カフェに誘われた時、また連絡するねって言われて、結局連絡が来なかったんです。そうか。みつきちゃんも。じゃあ、僕のまた今度も、そういうことだったのか。そういうこと。相手に角を立てたくない、和を保ちたいっていう気持ちが強いから、遠回しに伝えるんだ。でも、それって正直、かなりわかりにくいですよね。だよね。だから、本当に会いたい場合は、相手から具体的な日時を提案してくるはずなんだ。それがサイン。なるほど。じゃあ、もし相手がまた今度って言って、具体的な提案がなかったら、それはノーってことですね。その場合はね、残念だけど、今回はちょっと難しいかなっていう遠回しの断り方だよ。うわー、奥が深いなー、日本語のコミュニケーションって。でしょ？でも、こういう文化的な背景を知ると、もっとスムーズにコミュニケーションできるようになるよ。勉強になります。私もこれからは気をつけます。僕も、次からはちゃんと相手のサインを読み取るようにするよ。そうそう。ケンゾーが言ったように、日本語のコミュニケーションって奥が深いんだよね。はい。本当にそう感じました。でね、また今度っていう言葉の裏には、日本の大事な価値観が隠れてるんだ。価値観ですか？どんな？一つは、対面を保つってこと。これはね、相手に恥をかかせない、自分も恥をかかないっていう考え方なの。相手に恥をかかせない。僕が誘いを断られた時に嫌な気持ちにならないようにってことですか？そう、まさにそれ。直接ノーって言っちゃうと相手が、自分は誘って迷惑だったかなって思っちゃうでしょ？確かに。それはちょっと嫌な気持ちになるかも。だから
曖昧な言い方でお互いの対面を保つんだ。なるほど。言われてみればそういう配慮って日本人らしいなって思います。もう一つは和を保つっていう考え方。これは人間関係の調和を大切にするってことね。和を保つ。喧嘩しないようにとかですか？そう、それも含まれるね。相手との関係をギクシャクさせたくないから、なるべく波風を立てないようにするんだ。僕もノーって言われるよりまた今度って言われた方がまだ次があるかもって希望を持てましたし、それが狙いでもあるのよ。健三が傷つかないようにね。うわー、優しいけどちょっと複雑ですね。そうか。だから日本人って直接的な表現を避ける傾向があるんですね。うん。特に断るときとか、意見が違うときとかね。じゃあ、海外の人から見たら、日本人は何を考えてるかわかりにくいって思われそう。よく言われるよ。でも、この対面を保つと和を保つを知ってると、かなり理解できるはず。僕も自分の経験がまさにそれだったんだなって今、腑に落ちました。すごい文化とつながってるんですね、言葉って。そうでしょ？でもね、また今度だけじゃないんだよ。そうなんですか？他にもあるんですか？私も知りたいです。例えば、ちょっとって言葉聞いたことない？ CURES。ちょっとですか？はい。よく聞きますけど、何か考えてるときとか、言いよどむときによく使いますよね。そうそう。あれもね、実はノーのサインだったりするんだ。そうなんですか？健三、前飲み会に誘った時、ちょっと今日はって言われたことない？あります。ちょっと今日はって申し訳なさそうに。それも断りだったんですね。具体的に理由を言わないで、ちょっとって濁すのはそういうこと。僕、あれもまだ迷ってるのかなって思ってました。それも狙いの一つなんだよ。相手に直接的な負担をかけたくないから。じゃあ、何か頼み事をしたときも、それはちょっとって、そのパターンもそうだね。それはちょっとも、やっぱり断り。なるほど。僕の経験、点と点がつながっていく感じです。でしょ？曖昧な表現の裏には、ちゃんと文化的な意図があるんだ。それ以外にも何かありますか？あとは、考えさせてくださいとかも結構怪しいかな。考えさせてください。それは前向きな返事じゃないんですか？もちろん本当に考えることもあるけどね。でも、断りたかったら、そういうことが多い。わあ、難しい。本当に相手の気持ちを読むのが大変ですね。そうだね。でも、このパターンを知っていれば、もう戸惑わないでしょ？はい、もう大丈夫です。私も自信が持てます。じゃあ、自信がついたところで、実際に練習してみようか。練習ですか？わあ、面白そう。健三が、みつきちゃんからの誘いを丁寧に断る練習ね。僕が断る方ですか？そう。私がみつきちゃん役をやるから、私をデートに誘うみつきちゃんと思って断ってみて。なるほど。頑張ります。じゃあ行くよ。健三さん、今度の日曜日、一緒にカフェに行きませんか？その日は、ちょっと。いい感じ。でも、もう一歩踏み込んでみようか？もう一歩？そう。
申し訳ありませんが、その日は都合が悪くて、って、具体的に言ってみて。なるほど。申し訳ありませんが、その日は都合が悪くて。そう、完璧。その後に、さらに丁寧にしたいなら、何ですか？また改めて誘ってもいいですかって付け加えると、相手も納得しやすいよ。また改めて誘ってもいいですか？それは本当に誘う気がない時でも使うんですか？うん。それが相手への配慮。実際には誘わないけど、相手を傷つけないためのクッションだね。うわー、優しい嘘。そう。和を保つためのね。じゃあ、健三。もう一度、健三さん、今度の日曜日、一緒にカフェに行きませんか？申し訳ありませんが、その日は都合が悪くて、また改めて誘ってもいいですか？ああ、そうなんですね。残念ですけど、わかりました。健三、今のトーン、すごく良かったよ。本当ですか？自然でした。そう。声のトーンも、申し訳なさそうに、でもはっきりしすぎないのがポイント。はっきりしすぎない。そう。そして、表情も少し困ったような顔でね。難しいですね。でも、これが日本のコミュニケーションの奥深さ。私も練習したいです。いいね。じゃあ、今度はみつきちゃんが健三を誘って、健三が断ってみる？ぜひ、僕完璧に断れるように頑張ります。いいね。じゃあ、次は健三が、難しい頼み事を丁寧に断る練習をしてみようか？難しい頼み事ですか？はい、頑張ります。わあ、それはまた難しそうですね。そうだね。例えば、健三が、これはちょっと無理だなって思う頼み事をされたとする。はい、想像できます。そういう時にね、考えさせてくださいって言ってみて。考えさせてください。あとは、少し検討させてくださいとかも使えるね。それって本当に考えるわけじゃないんですよね。前に教えてもらったまた今度と似てますか？そう、よく気づいたね、みつきちゃん。すぐにノーって言わないことで、相手の対面を保つんだ。なるほど。一旦持ち帰るふりをするんですね。そうそう。相手も、ああ、考えてくれたんだなって納得しやすいでしょ？優しい嘘ですね。でも相手は本当に期待しちゃいませんか？もちろん期待する人もいるかもしれない。でも直接断るよりは角が立たないんだ。これも和を保つためなんですね。その通り。直接断ると相手との関係がギクシャクしちゃうかもしれないからね。奥が深い。じゃあその後はどうするんですか？その後ね、結局断る場合は、やはりちょっと難しくてとか、申し訳ありませんが、今回は見送らせていただきますって連絡するんだ。ああ、その時も直接的な理由を言わないんですね。うん、そう。曖昧に濁すのがポイント。相手も察してくれるから。勉強になります。僕もそういう場面で困ることが多かったので助かります。じゃあ、ちょっとやってみる？私が頼み事をするから。はい、お願いします。じゃあ、健三、みつきちゃん。今の練習で、なんで日本人が直接的なノーを避けるのか、もっと深く考えてみようか。はい、ぜひ知りたいです。それって、さっきのアドバイスと関係ありますか？もちろん。一番大きいのはね、衝突を避けるっていう考え方なんだ。衝突を避ける？直接ノーは相手との間に摩擦を生む可能性があるでしょ？ああ、確かに。
ちょっと気まずくなったり。そう。特に日本では人間関係の和を大切にするから衝突は避けたいんだ。なるほど。だから遠回しに。あと、集団の調和もすごく重要なんだよ。集団の調和？うん。会社や学校みたいにみんなで協力して進めることが多いからね。はい。その中で、一人だけはっきり意見を言って、全体の雰囲気を壊すのは良くないってされるんだ。それもまた難しいですね。だから空気を読むっていうスキルがすごく大事になってくるの。空気を読む。具体的にはどういうことですか？相手の表情や言葉のニュアンスから何を求めてるか、何を避けたいかを察する力のことだよ。それって海外の文化とは違うんですか？違うね。欧米だと自分の意見をはっきり言うことが尊重される文化が多いでしょ？確かに僕の国の友達はストレートに言いますね。そう。でも日本では言わなくても相手に察してもらうのが美徳とされてるんだ。うわー、本当に奥が深い。だから僕ももっと空気を読む練習しないとですね。その通り。それがスムーズなコミュニケーションの鍵だよ。でもね、言葉だけじゃないんだよ、ケンゾー。言葉以外にも何かあるんですか？わしも気になります。そう、表情とか声のトーンとか、そういう非言語的なサインも大事なの。表情や声のトーン？また今度って言った時のみつきちゃん、どんな感じだった？少し困ったような顔で声も小さかったような。私も経験あります。申し訳なさそうな顔とか。そうそう、それが脳のサインだったりするんだ。なるほど。だから僕違和感があったのか。視線とかも関係ありますか？あるね。目を合わせなかったり、すぐそらしたり。うわぁ、本当に奥が深い。でしょ？総合的に判断することが大事なんだ。空気を読む練習ね。じゃあ、早速実践してみようか、ケンゾー。はい。ぜひ試してみたいです。わー、健三さん、頑張ってください。じゃあ、私がみつきちゃん役ね。ケンゾー、私をカフェに誘ってくれる？僕が誘う方ですか？違う違う。みつきちゃんが誘って、ケンゾーが察して返事するの。私が誘うんですか？そう。じゃあ、みつきちゃん、ケンゾーを誘ってみて。はい、健三さん。また今度一緒にカフェに行きませんか？そうですね、みつきちゃん。また改めてこちらから連絡しますね。ケンゾー、完璧だよ。見事な察しだね。健三さん。私がまた今度って言ったら、そういう意味だって分かってくれたんですね。はい、もう大丈夫です。アキさんのおかげで、ちゃんと相手の気持ちを尊重できました。そうそう。また改めて連絡しますねっていう返しが、すごく自然で丁寧なんだ。すごい、健三さん。もう日本人みたい。本当にそう見えますか？前はわからなかったのに。立派な空気を読める人になったよ。成長したね。わしも、健三さんみたいに、察する力を身につけたいです。難しいですけど、練習あるのみですね。その通り。これがスムーズなコミュニケーションの鍵だよ。私も頑張ります。僕も、もう勘違いすることはないですね。自信がつきました。そう、ケンゾー。まさにその通り。日本のコミュニケーションは単なる脳の回避じゃないんだ。じゃあ、何なんですか？僕も最初は分かりにくいって思いました。これはね、
相手との和を保つための一つの芸術なんだよ。芸術。芸術ですか？そうか。だから、僕の人間関係ももっと豊かになるんですね。その通り。相手への配慮がより良い関係を築くんだ。すごい。私も頑張ります。本当に勉強になりました。ありがとうございます。ミスタージャパニーズチャンネルの皆さんにも、ぜひこの察する力を実践してほしいな。練習あるのみですね。と、新しい発見があるはずです。それじゃ今日はこの辺で。また次回。またね。ありがとうございました。